アダルトチルドレンは、ただ生きることだけでも苦しいので、必死に生きています。必死に生きているだけなのに嫌われます。嫌われないように細心の注意を払っているのに、次から次へと問題が起きます。悪意はないのに、自動運転で嫌われてしまうんです。たどり着いた後に、おかしなところにいると気づいた。でも、なんでこうなったのか、何がおかしいのかわからず、出口のない真っ暗なトンネルの中で一人ぼっちで閉じ込められています。アダルトチルドレンは悪い人ではありません。頑張っているのに苦しんでいる人です。こんにちは、自分探しイズムです。私はアダルトチルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。我々は自分で選択しているように感じても、ほとんど習慣や無意識で選択しています。そして声を大にして言いたいことは、毒親育ちが無自覚で生きていたら自動運転で地獄へたどり着くということです。地獄へたどり着くが正しいかどうかはご自身に聞いてみてください。あなたももし毒親育ちであれば、もしかしたら嫌われないように細心の注意を払っているのに、なぜかいつも嫌われてしまうということはないでしょうか。幸せになる努力をしているのに、なぜか逆に不幸になっていないでしょうか。何も悪いことをしていないのに、自動運転で地獄に近いところに連れてこられていないでしょうか。当てはまる方は、ぜひこの動画と、そしてこの動画と同時に公開するもう一つの動画、アダルトチルドレンは深層心理に問題があるの2つを見てください。この動画の公開日、2025年4月29日は、このチャンネルが本格始動してちょうど1年です。いつも応援してくださっている方々、本当にありがとうございます。ちょうど1年なので、2つ同時に出すことにしました。2つに分けたのは、毒親育ちが地獄行きの自動運転になる原因は大きく2つに分かれるからです。1つは思考による自動運転です。もう1つは深層心理に根ざした強い感情や激しい欲求による自動運転です。この動画では思考による地獄への自動運転を取り上げ、もう一つの動画では深層心理による地獄への自動運転を取り上げます。この2つの動画は、無自覚で生きていたら自動で地獄へ行ってしまうアダルトチルドレンが、これ以上辛い人生にしないために、とても大事な話です。なぜ自動運転で地獄へ行ってしまうのか、あるいはなぜすでに地獄の入り口まで来てしまったのか、U ターンするにはどうすればいいのかがわかる動画になっています。1、地獄への自動運転とは。2、どうすればいいか対策。3、ポイントの振り返りと補足。4、すぐにできること。このような順番で話します。地獄への自動運転とはどういうことかということから話します。アダルトチルドレンは心が未成熟の親や価値観の歪んでいる親に激しく責められながら育ってきている人が多いです。このような人は能力があっても自分で自分を激しく否定し、自己イメージが極端に悪くなる傾向にあります。問題は次です。根っこに極端に悪い自己イメージがあれば、人はそれを通して思考をします。そして人は思考を通して行動をしたり、
考を通して感情が生まれます。根っこが曲がっていれば全部曲がります。では、もう少し具体的にしてみましょう。例えば、親から愛されずに育った人は、親に愛されなかったのだから、そして愛されるという体験をしていないのだから、自分は愛されない存在だ。この自分では愛されない。根っこにこのような思い込みを作りやすくなります。根っこにこのような思い込みがあれば、恋人が欲しくても、そしてチャンスがあっても、どうせ自分を好きになってもらえないだろう。どうせ自分なんか見向きもされないだろう。おそらくこのようなことを考えてしまいます。このように考えれば、自分から距離を取るので、恋人だけではなく友達もできません。自分から距離を取る態度は、時に相手を傷つけてしまいます。傷つけてしまうので嫌われてしまいます。嫌われると孤独になるだけではなく、攻撃のターゲットにされやすいです。そしてこれはじっくり自分で考えた末の思考ではなくて、根っこを通して生じた思考です。このことは A と B があったら、その都度どっちを選択するかと自分で考えているのではなくて、自動的に毎回同じ方を選択しているということです。瞬間的でしかも自動的です。だからいつも同じようなネガティブな結果を繰り返します。ネガティブな思い込みは一つだけではありません。毒親育ちは他にも、自分は価値がない人間、自分は迷惑な存在、自分は誰からも関心を持たれないなど、いろいろなネガティブな根っこを作ります。そしてそのネガティブな根っこを通して思考をしています。思考は意図的に自分で考える思考もありますが、我々は無意識で思考をしている時間が多いです。これを自動思考と言いますが、この自動思考も全部ネガティブな根っこを通しています。ということは、無意識でネガティブな思考をし、そのネガティブ思考を通じて無意識でネガティブな言動をしています。ネガティブな言動なので、人間関係のトラブルや失敗が増えます。自動運転の行き先は地獄です。ここまで根っこの思い込みがフィルターになっているということで話してきましたが、認知の歪みという視点でも同じ説明ができます。多くのアダルトチルドレンは価値観に歪みのある親に育てられていたり、愛されて育っていないので、認知の歪みがあります。例えば、周りの人はみんな敵というような認知の歪みがある人を考えてみましょう。このような認知の歪みがあると、これも自動的に人は辛辣な攻撃をしてくる。隙を見せたら攻撃される。本当の自分を隠しておかないといけない。このようなことを感じ、常に身構えることになります。そして例えば、仕事でミスをしたとします。職場でミスが多い方だとします。そこである人が心配してくれて、好意的なアドバイスをするために、こちらを理解しようとしてくれて、なんでそれをしたのと聞いてきたとします。この親身な質問を、周りの人はみんな敵という認知の歪みがある人は、攻撃されているように感じ、自己防衛が始まってしまいます。これも相手が本当に敵なのか、それとも味方なのかということを調べた結
か自己防衛をしているのではなくて、瞬間的に自動的に自己防衛をしています。相手はこちらの味方として好意的に接してくれているのに、これでは相手を不快にさせてしまい、孤立していってしまいます。次は、ポジティブとネガティブのバランスがおかしい人です。このような人は、自分のポジティブ面は見ずに、あるいは全く重要視せずに、自分に対するネガティブ面は重要視して拡大します。自分のポジティブの面を見なかったり重要視しないのだから、自分には長所はないと感じます。周りに、あなたはあれができるじゃないかと言われると、そんなものができても意味がないという感じ方になります。そして短所はものすごく気にします。あるいは仕事でうまくできたことは重要視せずに、失敗したことをものすごく重要視して、いつまでも気にしすぎます。これでは日常生活を送っているうちに自分に自信を失って萎縮して実力の発揮できない人になったり、気分も落ち込んでいきます。これも自動的にそうなっているということです。次はべき思考の人です。このような人は自分に対してはこうなるべきだ。周りに対してはこうするべきだ。未来に対してもこうなるべきだ。世界に対してもこうなるべきだ。と強く感じています。こうなればストレスや憎しみはどんどん溜まっていくし、自己蔑視にもつながるし、人への憎しみも持ちます。これも自動的です。このように毒親育ちは地獄行きの車に乗っていて、その車は自動で動いています。ではどうすればいいかという対策です。ここまで見てきたように、愛されずに育った毒親育ちは激しく自己否定をしていて、自己イメージが極端に悪いです。自己イメージが極端に悪ければ、その自己イメージを通して思考が生まれるので、行き先は地獄です。なので、自己イメージを上げましょう。自己イメージが上がれば、自動思考の内容も変わってきます。思考が変われば、行き先も変わります。そうは言っても、一気に自己イメージを上げようとするのは無理ですよね。なので、まずは今までの自分を否定するのをやめて、自分を受け入れることを目指しましょう。そもそもよく考えてみると、自動運転をしてきたということは、今までの自分を否定する必要がないということです。自動運転でたどり着いたんだし、そもそもあなたは好き好んでこの車に乗ったのではありません。まだ右も左もわからない頃に無理やり乗せられたんです。アダルトチルドレンは自分がしたことを必要以上に責める傾向があります。あの時あんなことをするべきではなかった。あの時あんなことを言ったので嫌われてしまった。なんで私はあんなことを言ったんだと言いますが、今までは自動運転だったんです。今までの自分を責めるのはやめましょう。自分が過去にそれをしたのは、愛されずに育ったとか、責められて育ったとか、ありのままの自分を拒否されて育ったとか、
さまざまな理由でできた低い自己肯定感や間違った思い込みや認知の歪みや内面化された毒親の声などの結果です。仮に誰かを傷つけてしまったのであれば、謝ることは必要ですが、でもあなたは悪意はなかったんです。むしろ、相手を傷つけないように細心の注意を払っていたんです。悪意がなかったのに、これでもかと自分を責めるのがアダルト・チルドレンです。アダルト・チルドレンは自分を責めすぎなければならないような悪い人ではありません。自己否定をしていると自己肯定感や自己イメージなどはどんどん下がり、自動運転で望ましくない場所にたどり着いてしまいます。自動運転だったことに気づいたことで自己否定をやめれば、そうでなかった時より自己肯定感や自己イメージは上がりやすい状態になります。でも、一生自動運転のせいにして生きていくわけにはいきません。過去は自動運転ですが、今後は話が別です。今までは何が何だかわからないまま車に乗せられていて、気がついたらここにいたんです。でも、今それを理解したのであれば、これからは自分でハンドルを握る必要があります。自分でハンドルを握るには、まず自動運転をしていたことと、だからあんな行動をしていたのか、ということに気づくことが何よりも必要です。気づくことって簡単なようですが、とても難しいことだし、とても大事なことです。生涯気づかない人も多いです。気づいていなければ自動運転で一生同じことを繰り返します。でも気づいたらやるべきことが見えてきます。自己肯定感を上げることや認知の歪みを直すことなどが見えてきます。そして我々は思考に負ける無力な弱者などではないということも見えてきます。さっきも言ったように自己肯定感が上がり認知の歪みがなくなれば自動思考も変わってきますが、それまでには時間がかかります。それまでの間は思考に支配されないように気をつけておくことで思考に負けなくなります。今までは刺激に対して無意識に思考し、その思考に気づかないままネガティブな感情になっていました。そして自分を追い込むような、または嫌われるような言動をしてしまっていました。これからは自分は今このように考え、このように感じていると思考や感情を意識的に、そして客観的に見る習慣をつけましょう。訓練は必要ですが、思考や感情を意識的に、そして客観的に見ることで、自動で反応するのではなく、自分で選択できるようになります。例えば、自分がしたことを後悔し、激しく自己蔑視をしていても、その自己蔑視をしていることに気がつかなければ、メンタルが参ってしまうところまで行ってしまいます。でも、自分は今後悔し、激しく自己蔑視をしていると客観視できれば、自分はそこまで悪いことをしていないとか、
自分は自分を現実以上に責めているなどのような思考を選ぶことができるようになります。練習用に一つ例を挙げておきます。ネガティブな感情になっていると気づいたら、自分は今何を考えているのかと自分の思考を意識的に見ます。例えば今、ひどくブルーな気持ちになっていると気づいたとします。こういう時は、今自分は何を考えているんだろうと自分の思考を点検します。また仕事でミスをして周りに迷惑をかけた。みんな怒っているに違いないと考えているとします。次にこれを客観的に見ると、みんな怒っているに違いないというのは推測であって事実ではありません。アダルトチルドレンは気づいていない人が多いですが、本当にこういうのが多いんです。小さい頃は本当に次から次へと自分の欲求は無視され、親の欲求を押し付けられ、それができないと責められ、とネガティブな状態ばかりだったんです。そして脳が固まっているので、今でも将来や事実について超悲観的に予想します。そこで必要以上にメンタルを壊したり、考えすぎて不眠症になったり、身構えて人間関係を壊したりしています。こういう悲観的な推測をやめて、仕事でミスをした。でもわざとではない。ミスは誰にでもある。みたいな現実通りの思考に入れ替えて、ゆっくり寝ましょう。通常我々は思考など意識しないで、恐怖とか後悔とか心配ごとに乗っ取られています。そこでひどく怯え、ひどく落ち込み、ひどく自己蔑視をしています。当然のことながら、思考を入れ替えるにはまず自分がしている思考に気づかないと入れ替えられません。でも自分の思考に意図的に気づくことで、地獄行きの自動運転の罠を止められます。これは訓練が必要です。客観的に自分の思考を見るという訓練は、マインドフルネスが有効です。興味のある方は、アダルト・チルドレンが楽になるマインドフルネスという動画を参考にしてください。では、ポイントを振り返りながら補足します。毒親育ちは、親とのやりとりの中で、極端に自己イメージを悪くしたり、自分は愛されない存在だ、自分は価値がない人間、自分は迷惑な存在、自分は誰からも関心を持たれない、などのネガティブな思い込みができたり、認知の歪みができていることが多いです。そして、その根っこの極端に悪い自己イメージやネガティブな思い込みを通して思考が出てきます。例えば、自分は価値がない、自分は迷惑な存在、などの思い込みがあれば、自分を信じられずに消極的な生き方になって、自己実現的には生きられなくなります。結果として自信を失って自己蔑視をし、心を壊していきます。あるいは、自分は愛されない存在、自分は誰からも好かれない、などの思い込みがあれば、
人をいいものとは思えず、人を信用できなくなり、関係を深めることもコミュニケーションを取ることもできなくなり、結果として孤立して嫌われてしまいます。また、毒親育ちの子供時代は、ネガティブな体験だらけだったんです。その子供時代の体験から、こういう時はやばいことが起こる。こういう時はこうしないと大変な目に遭う。というネガティブな思考が出てくるかもしれません。でもこれは子供時代の体験をデータに予測した思考であって、今の現実に合った思考ではありません。つまり、認知の歪みから生まれた思考ということです。現実に合っていようが、間違っていようが、思考は感情のもとになるし、言動のもとにもなります。例えば間違っていても、相手の欲求を満たさないとやばいことが起きる。嫌なことを嫌と言うと大変な目に遭う。という思い込みがあれば、人が怖くなって恐怖の中で怯えながら生きていくことになるし、周りに服従して生きていかざるを得ません。また、親から愛されなかった人は、普通愛情飢餓や依存心が強いので、嫌われることをものすごく恐れます。そこでそっちのルートも混ざって、なおさら自分より相手の気持ちを優先にしてしまう人も多いです。つまり、そんなに気を使っているんです。気を使っている人は好かれるべきですが、発達に問題があって気を使いすぎている人は、好かれないで利用されます。こうなれば、だんだんと憎しみが溜まっていきます。このような人は憎しみを隠しますが、憎しみはたまりすぎると隠せません。憎しみによる自動運転についての詳しいことは、もう一つの動画に譲りますが、莫大な量の憎しみがある人も自動運転で嫌われてしまいます。アダルトチルドレンは、ただ生きることだけでも苦しいので、必死に生きています。必死に生きているだけなのに嫌われます。嫌われないように細心の注意を払っているのに、次から次へと問題が起きます。悪意はないのに、自動運転で嫌われてしまうんです。たどり着いた後におかしなところにいると気づいた。でも、なんでこうなったのか、何がおかしいのかがわからず、出口のない真っ暗のトンネルの中に一人ぼっちで閉じ込められています。アダルトチルドレンは悪い人ではありません。頑張っているのに苦しんでいる人です。地獄への自動運転を U ターンするには、自己肯定感を上げて、ネガティブな思い込みをポジティブなものへと変えればいいのですが、これはそんな簡単なことではないし、時間がかかります。であれば、それを目標にしておきながら、地獄に到着する前に車から降りましょう。自動運転の車から降りるには、ネガティブな感情になっているなと思った時が降りるチャンスです。降りるチャンスとは思考を選択するチャンスです。これに気づかなかったり放っておくと地獄に近づいてしまいます。一つ例を出してみましょう。自分は愛されない存在。自分は魅力がない。このような思い込みがある人は、
これに沿った思考をします。例えば、恋人に LINE をしたのに既読無視されたとします。このような思い込みがある人は、恋人は最近優しくなくなってきたし、冷めてきていると考えるかもしれません。この思考は自分が選んでいるわけではなく自動です。そして思考に基づいて感情が出るので、悲しいとか、寂しいとか、怖いとか、ムカつくとか、それもかなり強烈な感情を感じて、気持ちが激しくそわそわするかもしれません。大事なのは次です。気持ちが激しくそわそわしていると気づいたら、自動運転を降りるチャンスです。なんでこんなにそわそわするのか、自分の思考を探ってみましょう。そして、恋人は最近優しくなくなってきたし、冷めてきていると考えていると気づけたとします。今まで説明してきた通り、アダルトチルドレンは極端にネガティブな思考をします。自分もそういうところがあると気づいた人は、であれば、現実の範囲内で今よりもっと楽になる考え方を探してみましょう。例えば、金曜日だから仕事が忙しいのかもしれない。今は手が離せないだけかもしれない。と考えられるかもしれません。何でもネガティブ寄りな思考をしてしまう人は、このような思考の方が現実に合っているかもしれません。また、そうは思えないのであれば、本人に確認してみようという思考を選ぶことができます。でも思考を選ばずに、恋人は最近優しくなくなってきたし、冷めてきているを信じたままにしてしまうと、仮にこれが自分のネガティブバイアスのかかった間違った思考であったとしても、この思考に合う行動をしてしまうので、本当に嫌われてしまうかもしれません。自己イメージが極端に悪い人や、ネガティブな思い込みがある人が、無自覚で生きていれば、自動運転で地獄へ進んでしまいます。それを止めるには、自動思考を意図的に自分の思考に変える必要があります。無自覚で自動運転で進む人生ではなくて、自分でハンドルを握りましょう。では、すぐにできることのコーナーですが、このコーナーは動画の一番最後にその日話した内容の中ですぐにできることを考えてから終わることにしています。今日の内容のすぐにできることは、ネガティブな脳内再生をやめようです。アダルトチルドレンは無意識で、私は愛されない、私は魅力がない、私は価値がないと何度も何度も脳内再生している人が多いです。脳内で繰り返していると悪い暗示になって悪化してしまいます。だからこれをやめる努力をしましょう。それと同時に歌も気をつけましょう。人気のある歌ってなぜか歌詞がネガティブな曲が多いですよね。そして歌って脳内再生されるので、ネガティブな歌を聴いていると無意識で悪い暗示として吸収されてしまうかもしれません。なので自分用に大丈夫とか乗り越えられるとか
ありのままでいいなどのポジティブな歌詞の歌を見つけて、それを聴くようにするのも一つの方法です。この動画で話した通り、アダルト・チルドレンは自己イメージが極端に悪く、ネガティブな思い込みがあるので、思考に気をつけていないと自動運転で地獄へ行ってしまいます。思考に気をつけることは、これ以上辛い人生にしないためにとても大事なことです。でも、自動思考に気をつけておけば万事 OK というわけではありません。アダルト・チルドレンは他にも心の深い部分にたくさん問題を抱えていたり、小さい頃に満たされるべき愛情欲求が満たされていなかったりで、深層心理に操られています。このことにも気づき対処する必要があります。この動画の話以上に深いところの大事な話です。それについては、この動画と同時公開のもう一つの動画、アダルト・チルドレンは深層心理に問題があるで話しています。また、地獄への自動運転をやめるには、自己イメージを上げることや、現実に合っていない思考を直すことなども必要です。それぞれ、アダルト・チルドレンが自己否定をやめる方法、アダルト・チルドレンは思考と現実がずれているなどの動画も参考にしてください。同時公開のもう一つの動画とともに概要欄にリンクを貼っておきます。いつも最後まで見てくださる方にはとても感謝しております。本当にありがとうございます。では仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。バイバイ。